すごい勢いで変わっていくこの時代の中にあるので、だからこそ変わらない形で神を賛美するそのあり方っていうのがなんかすごい美しいなって思うようになったんですね。こんにちは、さきです。今日はですね、最近本当によく聞いてくださっている質問があって、それが何かというと、どうして正教会に行き始めたんですかっていうことなんですね。それについてお答えしたいと思います。はい、実は私はその正教会に行き始めてちょうど1年が経つんですね。で、それまではプロテスタントのバプティスト教会に行っていました。そうで、教会を変えたって聞くと、人によっては何かドラマがあったんじゃないかな、トラブルがあったんじゃないかなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それは本当に全くなくって、もはやもう前の教会には感謝しかないです。はい。で、私はやっぱりそもそも2019年までクリスチャンじゃなかったんですね。そう、イエス様のことを知らなかったし、興味もなかったしっていう状態で生きてきてて、けれど神様の憐れみと、そして、素晴らしいクリスチャンの友人たちの導きの中で、私はイエス様を知って、でそして主として受け入れたいと決断してっていうのがあって、2019年にその教会で洗礼を受けたんですね。で、私は英語ネイティブじゃないので、こう教会でね、大きなスクリーンにその聖書箇所が映し出されたり、あとは牧師さんがゆっくりお話をしてくれたり、その環境っていうのはすごい助けになったんですよ。もう何もクリスチャンのバックグラウンドがないし、聖書の話を知らない身だったので、本当にその環境っていうのに助けられました。音楽もとてもキャッチーな感じでね、みんなで一緒に歌って礼拝するっていうのも大好きでした。で、出会う人たちも優しくて、子供たちもね、教会に行くのをすごい楽しみにして行っていたんですね。で、そんな中、一昨年の12月に夫がもう来年の1月から俺は正教会に行くと言ったんですね、私に。で、実は夫はもう結構前からその正教会に興味があって、で一人でたまに正教会に行くこともあったんですね。それでも私たちは6年間そのバプティスト教会に、家族でね通い続けて、やっぱりそこでの関係もあるし、愛着もあったし、やっている奉仕もあったし、やっぱりそういう愛着のある好きな教会っていうのを離れたい人っていないですよね。そうだからその夫は夫で悩んでいたと思うんですよね。だけどその中で、一昨年の12月に夫が自分は1月から正教会に行くから、でそしてもうさきと子供たちが一緒に正教会に行きたくなかったら、君たちはもうこれまで通り今の教会に行き続けたらいいよって彼は言ったんですね。で、その言葉を聞いた時に真っ先に浮かんだのは、家族で別々の教会に行きたくないなっていうことだったんですよ。で、子供が生まれる前、私と夫だけの時から一緒に教会に行き始めて、で家族子供ができてもね、その同じ教会に家族みんなで行って、同じ時間に礼拝をして、教会が終わった後にその日の学びについて話して学びを深めてっていう、なんかその時間がやっぱり私の中ですごい大切に思っていたし、大好きだったから、その時間がこうなくなるって思ったら嫌だって思ったんですよね。
で、特に子どもたちの信仰の成長っていうのを考えた時に、やっぱり家族で同じ場所で同じ時間に礼拝をするっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなって私なりに思ってたので、ね、それを考えてもすごい嫌でしたよね。で、もう一つ同時に思ったのは、夫はね、すごい私の意見を尊重してくれるし、とてもそのリスペクトを持って、接してくれる素晴らしい人なんですけど、もう私はその夫のことをその家族のリーダーとして見ているわけですよね。で、そんなリーダーがね、彼なりに祈って悩む中で決断したその選択を、私もこう妻としてすごい尊重したい、向き合いたいし、尊重したいし、できることなら従いたい、従う努力をしたいってこう思ったんですね。こうやってみて、やっぱりっていうことは、やっぱり私はこの教会に生き続けますっていうことはあるかもしれないんですけど、少なくともやっぱりトライはしたいって思ったんですよ。そうで、私自身やっぱり正教会っていう言葉自体知らなかったし、本当に知らなかったし、だからこそ行ったこともなかったから、何もね、逆に知らないのに、私はそこには行けませんっていうのもまた違うなって思ったんで、まずはトライしてみようっていうことで、私も去年の1月から、行き始めたんですね。で、正教会に行く前、私はすごい勝手なイメージを正教会に持っていて、なんか伝統的な教会ってなんか厳しそう、怖そうみたいな、なんか人も厳しくてちょっと怖そうみたいな、すいません今思えば、でもそういうイメージを勝手に持っていたんですね。そう思いながらも実際に行ったんですね。で、もう建物の中に入ったら驚きです。もう壁一面にイコンっていう絵がバーってあって、でもう天井にはイエス様の大きなお顔があって、で壁一面に聖書のね物語がこうバーッと絵としてあって、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。でもこれ何みたいなこの空間は一体何みたいな感じだったのをすごい今も覚えています。はい。で、礼拝自体はすごいこう厳かな感じで、でもね、やっぱり正直何をしているのか、何を言っているのか、全く何もわからなかったんですね。でもこれは私のちょっと英語力が低かったからっていうのもあるかもしれないんですけど、もうスクリーンももちろんないですから、もう祭司の言葉をこう一生懸命聞いて、で周りの人が何をしてるんだろうってこうチラチラ見ながら、こう見よう見まねで同じことをしてみたいな、ちょっとそんな感じでしたよね。正教会って基本的に礼拝中はみんな座らないんですよね。で、座ってはいけないルールがあるわけじゃないと思うんですけど、ほとんどの人が立ったままもう約2時間、礼拝をするわけですよね。で、子供たちもその礼拝中同じ場所にいて、もう赤ちゃんからお年寄りまでもうみんな同じ場所で同じ時間に礼拝するんですよね。だからなんかすごい厳かな礼拝の中でも子供たちの笑い声とかいろいろしてるじゃないですか。なんか物を書いたりとか、なんかそういう音とかも聞こえてきたりして、なんかそれはそれでなんかいいなって思ったんですよね。で、これは複雑なことでもあったんですけど、なんか私の隣に女性が赤ちゃんを抱いてるわけですよ。で、私はずっと普通にもう赤ちゃんを抱いてるお母さんはその赤ちゃんのお母さんかなと思ってたら、全然生物学的なお母さんじゃなかった、ゴッドマザーだったっていうのが
そのあちらこちらで起きていて、最初のうちはなんかもうこの子は一体誰の子供なんだろう状態でした。みんながみんなすごいもう神の家族だから、みんながこう子供たちをケアするっていうか、自分の生物学的な子供だからだけじゃなくて、そう神の家族として子供たちのケアをする、面倒を見るっていうのがなんかすごいね体現されてて、礼拝中であってもなんか素敵だなって思ったんですよね。でまあ正直何が何だかわからないまま礼拝が終わって、で子供たちはその礼拝後にねサンデースクールに行って、私たちは、違う礼拝とは違う場所に移って、そこはすごい大きなホールだったんですけど、そこにはねコーヒーと簡単なこう軽食が置かれていて、そこでも何かよくわからないままコーヒーを掴んでテーブルに座ったんですね。でさっきも言った通り、私の中で教会の人たちはほらちょっと怖いかも、厳しめかもみたいな勝手なイメージがあったんでドキドキしてたんですけど、もうねそのコーヒーアワーに入ってからそれはもう瞬時に崩れました。席に座る前からいろんな年代のいろんな人たちが話しかけに来てくれて、それですごい緊張も解けて、で多くの人がカソリックとかプロテスタントの教会に行っていたんだけど、正教会に今は来ていますっていう人、もちろんそのクリスチャンじゃなかった状態から正教会に来ましたっていう人ももちろんいるんですけど、なんかね宗派のバックグラウンドだけじゃなくて国籍も本当にみんないろいろで、なんか本当にアフリカとかミドルイーストとかヨーロッパとかアジア圏とか南米とか、本当にいろんなところから人が来ていて、こんなにインターナショナルだなんてみたいな感じでした。でそうしてるうちに子供たちもサンデースクールから笑顔で楽しかったって言って戻ってきて、そうでもうね正直本当にここまでフレンドリーに温かく迎えてもらえると思ってなかったので、もうそこが本当に驚きでしたね。はい。でそんなね初めての訪問を終えて礼拝で何をしていたのか言っていたのかほとんどわからなかったけれども、それでももっと知りたいって思うようになったんですね。例えばイコンたくさんの絵って誰が描いたんだろう、なんであれが必要なんだろう、正教会っていつから続いてるんだろうっていう、なんかそういう疑問、そうだから知りたいことがもうどんどん増えて、でそこで出会った人たちのことももっと知りたいって思うようになって、そうだから最初にね行った日から毎週通うようになったわけですね。で私は日本で生まれ育っているわけなんですけど、日本ってやっぱり伝統ある国ですよね。歴史も長いし、だからこそ伝統的な行事とか儀式とかに囲まれて生きてきたわけなんですよ。そうだからこそなのか、伝統的なものイコール若者向けではない、若者には合わないとか、ちょっと硬くてつまらないものみたいな、勝手にそういったイメージを、持っていたんだなって思うんですよね。でも正教会に通い始めて、やっぱり自分自身で正教会の歴史とかあと伝統とかを調べるようになって、その考えってすごい大きく変わりました。こう全身を使って捧げる礼拝で、そして言語は違っても楽器を使わずに他の国でも全く同じメロディーで歌われる賛美、なんかそれが約こう2000年前からほとんど変わらずに受け継がれてきたって思うと、なんかそれってすごく美しいなって思うようになったんですよね。で特に私たちって
もうテクノロジーやら環境やら建物ももう何もかもすごい勢いで変わっていくこの時代の中にあるので、なんかだからこそ変わらない形で神を賛美する、なんかそのあり方っていうのが、しかも国が違っても同じ形式でそれぞれの国の言葉でそれを行っているっていうその現実がなんかすごい美しいなって思うようになったんですね。そんな感じで、正教会に通いながらで、そして兄弟姉妹と交わりながらね、わからないこととか自分が疑問に思ったことを、調べたり聞いたりして、学びながら今に至るんですね。で調べていく中で、これ知らなかったけどすごいって思ったことがあって、でそれが最初のその正教会のイコンって、その福音書を書いたルカ、皆さん知ってますよね。福音書を書いたルカが書いたものって言われているっていうことなんですよね。でどんなイコンかっていうと、マリア様が幼いイエス様を抱かれている抱っこしている絵なんですけど、そうなんだと思って、でなんで絵が必要だったんだろうって調べた時に、当時っていうのは文字を読める人が圧倒的に少なかった。だからこそ絵を見ることでその出来事とか教えが理解できるっていうのはものすごく大きな助けになっていた、人々にとってっていうことも知らなかったんでね、調べて初めて知ったことだし、であとは初代教会が始まった時にはカトリックとかプロテスタントとかもなくって、1100年間っていうのは一つの教会だった。そうで、そこからその一つの教会からカトリックっていうのが生まれて、カトリックからプロテスタントっていうのが生まれたっていう、なんかそういった歴史も本当に知らなかったんで、そうなんか改めて学ぶことが今できて面白いなって思っています。でも私ももう全然まだまだ勉強中で、逆にたくさん教えてもらいたいっていう感じなので、そういうのについて詳しく知りたい人はぜひ正教会の司祭の方がYouTube をしていたりするので、ぜひそちらを見てみてください。はい、まとめると、本当に正教会1年前にトライしてみてよかったなっていうことですね。最初はね、何も行ってみてもね、分からなくてももっと知りたいっていう気持ちが与えられて、ここまで生き続けられたっていうことも本当に感謝ですね。はい。で兄弟姉妹との関係もすごい祝福されて大切なものになっていますし、なんか本当に恐れることは何もなかったなって今は思います。最後に、これはあくまで私の個人的な意見で、その夫の意見でもない、私の理由なわけですよね。正教会に行き出した理由。そう彼は彼なりに理由がきっとあるし、それはね彼が伝えたい人に伝えることなので、そうあくまで私の理由ということで受け止めてもらえたら嬉しいです。で教会には旦那さんとか彼氏は正教会に興味がある、または正教徒だけど、奥さんとか彼女は、違うみたいな人も、いらっしゃるんですね。でもしかしたらこの動画を見てくれている、人もね、そういう状況にあるっていう人もいるかもしれないんですけど、ぜひねもしそういう女性がいらっしゃったら一度でいいから行ってみてほしいなって思います、ね、できれば何回か行ってみるといいんじゃないかなって思うんですけど、そう私もすごいさっきお話ししたように正教会のこと全く知らなかったし、周りに行ってる人も誰一人いなかった状態だったけど、行ってみて、でそれで今に至るので、体験として、ぜひ行ってみるのはいいんじゃないかなって思います。
でちなみに来月は私と夫はクリスメーションで、子供たちは洗礼なんですよね。そうすごい楽しみなんですけど、そうでもし許可が出たらその様子を、この YouTube でも、シェアしたいなと思っているので、見てくれると嬉しいです。はい、ではここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。